こんにちは、アミティ先生です。今日はですね、iPad だけでウェブサイトが作れるアプリを2つ紹介します。Notion とCanva でございます。この2つのアプリね、もうめちゃくちゃ今伸びてるアプリというか AI とかの機能も取り込んでもすごいアップデートを繰り返してるアプリなんですけど、この2つですね、ウェブサイト、ポートフォリオサイトとかをね作ることができるんですよ。もうそれがめちゃくちゃすごくて、今日はそれを紹介したいんですけれども、まず Notion の方はメモアプリですね、データベースのアプリで本当に日頃のスケジュールとか、タスク管理とかも綺麗にまとめられるアプリで、Canva はデザイン系のアプリですね。ウェブバナーとかチラシとか名刺とかいろんなデザインが作れるんですけど、全然違う用途のアプリなんですけど、どっちもポートフォリオサイトみたいなのが作れるので、今日はそれを紹介します。で、メインに Notion の使い方を今日はねちょっと紹介したいんですけど、私の YouTube ねNotion の使い方説明したことないんですよ。なので今日はちょっと満を持して、Notion での、ポートフォリオサイトの作り方を紹介していきたいと思います。でこれが作ったやつなんですけれども、こんな感じで、肩書きだったりとか YouTube が載ってたりとか、あとはこんな感じで画像がね載ってたりとか、自分のイラストとかですね、あと本の紹介とか SNS 問い合わせみたいなのがあるんですけど、ちょっとした自己紹介だったらこれで作れますよね。で Canva の方は以前も紹介したんですけど、こんな感じ、どっちかというとギャラリーというか自分の作品とかをわーって見せて、クリエイター向けのポートフォリオみたいな感じになると思うんですけど、クリエイターじゃない人もねポートフォリオ作りたい、でも絵とかない人とかは Notion の方がいいのかなと思いますので、ちょっと2つね、まずは Notion の方から紹介していきたいなと思います。で Notion 立ち上げるとこんな感じで、ここがねさっき作ったやつなんですけども、このままウェブサイトになるっていう感じですよね。はい、じゃあまずページ追加していきましょう。ページ追加して名前入れます。アミティ先生で開業して、ここにね空白のが出てくるので入れていくんですけど、まず、肩書きというかバイオグラフィーから入れていきます。でテキスト入れる時なんですけど、ここのプラス押しましょう。プラス押してもらって、この下のところにですねコールアウトっていうのがあるんですね。コールアウトを押します。ほい。そうするとなんかね枠みたいなのが出てくるんですよね。文字をちょっと目立たしたい時にこのコールアウトっていうのを使うんですけど、ここにじゃあちょっと今コピーしたものがあります。私の説明文を入れました。そうするとこう枠の中に囲われるんですけれども、じゃあちょっと白かったら目立ちにくいなということで、この点々点をですね押した時に、この辺にプラスとか点々点があります。点々点を押します。カラーを押して、背景が黄色とかオレンジとかあるので、これでピンクにしていきましょう。でこのリンゴのところ、私いつもリンゴを使うのでリンゴになってるんですけど、ここ絵文字だったりとかアイコンとかにも変えることができます。アイコンとかね設定しておくと結構可愛いかなと思います。色とかも出てくるので自分の好きな色にしてください。じゃあ下、肩書きを入れていきましょう。テキスト打つんじゃなくて、打つ前に必ずここプラスを押すんですよ。プラス押してから、見出しを入れるのか、こうテーブルを入れるのか、さっきのコールアウトを入れるのかっていうのを必ず最初に決めていきます。でじゃあ次ちょっと肩書きみたいな感じでちょっと文字大きくしたいので、今このねプラスから見出し2を先に押してからこれを入力したっていう感じですね。で肩書きが iPad、YouTuber とかアートディレクターなので、それも入れていきます。先にプラスを押してからもう一回コールアウトいこうかな。コールアウトを押して iPad、YouTuber でこれを複製しましょう。複製タッチして、ここですね。複製ボタンを押します。もう一個いきましょう。ここの点々点です。点々点を押して複製ボタンを押しましょう。そしたら3つになるので他のやつ変えていきます。次画像を入れていきます。画像もねこっからプラスでいけるんですけど、実はですねこの下のところにもあるんですね。ここのやつとここのプラスは一緒です。なのでここプラスをしたらねさっきのが出てくるんですけど、今度画像いきましょうか。ここからいきましょう。で写真ライブラリで画像を追加したらですね、これをこっちのこのね横とかこの線のところにやるとこう順番変えれるんですけど、ここのね端っこここに持っていきます。線をよいしょで離します。よいしょ。はい、そうすると分かりますか？こんな感じで写真がこっち来て、
肩書きのさっきのコールアウトのボックスがこっちに来たので、これもねまたこうやってヒュッヒュッヒュッと移動できるんですよ。パズルみたいな感じで切り替えることができます。そうすると自分の顔写真がこっちに来て、左に肩書きが来るという感じです。では次行きましょう。 YouTube を貼り付けていきます。 YouTube はこのままもうベタ打ちで大丈夫です。自分の好きな YouTube をここに貼り付けていきます。ほい。じゃあ貼り付けた瞬間にこんな感じの項目が出てくるんですけど、この中から埋め込みを言うタッチほいします。そうするとこんな感じで自分の私のこのポートフォリオ動画みたいなのがあるんですけれども、それを出すことができます。はい、こんな感じでいい感じにできてまいりました。ここだけでもね結構良くないですか？はい、パズルみたいに作っていきます。まだまだやっていきます。続きまして自分の画像ですね、イラストだったりとかデザインを載っけていきます。プラス、下のプラスいきましょう。ここからギャラリービュー、テーブルビューとかもあるんですけど、ギャラリービューをタッチします。そうするとこんな感じで出てきますね。で、ギャラリービューを新規作成をしましょう。そうするとこんな感じでページが出てくるんですね。ページが出てくるので、この中に画像を入れていきます。こんな感じで、箱があって、この箱の中にこうどんどん入れて込んでいくっていう感じですね。そうするとこんな感じで、画像が出てきました。ここにアートワークスと書いてみましょう。そうすると上から来てこんな感じですね。ここに作品が並んでいくっていう感じになります。こうタッチしたら中が見えるっていう仕様ですね。作品載せたいときはこんな感じで載せますよっていう感じです。じゃあ次、本の画像とかを埋め込んでいきたいなと思います。本の画像を埋め込むときは、Amazon のリンクを拾ってきて、そのリンクを埋め込んで本を表示させるみたいなことができるので、それをちょっとやっていきますね。はい、ギャラリーを追加しました。タッチします。iPad クリエイティブ。タイトル入れます。で、ここに画像を入れてもいいんですけれども、Notion ってね、有料と無料があって、有料だともう画像とかたくさん貼れるんですけれども、無料だとちょっと画像の枚数とか容量とかが制限されちゃうんですね。なのでここには画像を貼りません。その代わり Amazon のリンクに行きたいなと思います。Amazon リンク行ってもらって、この本が見えるページに行きます。で、ここのサムネイルの画像、これをねコピーして貼れるんです。長押しします。そしたらコピーっていうのがあるので、これ押します。で、Notion に戻ります。戻ったらここカバー画像を追加っていうのを押して、カバー画像を変更で URL リンクっていうのがあるんですね。で、ここを貼り付けましょう。ペースト貼り付けました。エンター。ほい。そうするとこんな感じでカバー画像がさっきのコピーしたものに差し替わるんですけれども、そうするとはい、まだここには出てきません。ここから反映させないといけないですね。ここの点々点を押してください。ギャラリービューのすぐ横、点々点を押して、レイアウトを押してもらって、で、ここのですね、カードプレビューっていうのをページコンテンツからページカバー画像、さっきページカバー画像のところに、リンクを入れたので、これにすると、はい、こんな感じ。すごくないですか？さっきの画像がねもうここに入ってしまうという感じで、はい、こうすると、本の画像もここに入れられるという感じです。で、最後もうちょっと付け加えていきます。ウェブのブックマークを押してリンクを入れていきましょう。私のポートフォリオというか YouTube とかのリンクをここに入れます。はい、こんな感じでメインのページは終了ですので、最後にこの上のですねカバー画像っていうのを、今カバー画像を追加っていうのを押したので、アップロードして入れていきましょう。はい、こんな感じでございます。いいですね。ちょっとウェブサイトっぽくなったんじゃないでしょうか。
実際にはねこんなに画像いろいろある人も少ないかなと思うので、文字とかだけでも全然いいと思うので、これで完成させて、でこれをウェブ上に、URL を発行してドメイン発行して、アップしていきたいなと思います。そのやり方がここの四角矢印のところですね。でウェブ公開を押します。で公開ボタンを押すんですね。でいろいろ設定とかができます。ネット上での検索を OK にしたりとかオフにしたりとか、あとはリンクの有効期限とかもあるんですけれども、とりあえずこれで大丈夫です。リンクをコピーして、でこれを人に渡したりしたら、もうそこにアクセスするだけで全部見れてしまうという感じでございます。じゃあちょっとサイト表示していきましょう。サイト表示。リンクをタッチすると、はい、こんな感じ。これが、ドメインですね。このドメインを渡したらポートフォリオが見れるっていう感じになります。で、これもサファリ上で再生させたりとか、画像を見れたりすることができます。こんな感じで結構iPad でもスイスイいけました。私なんかね Notion って PC でやるイメージだったんですけど、ちょっと改良があって UI とかも押しやすくなってるので、ぜひね iPad だけでもウェブサイトねこんな感じで作れるので、Notion 試していただきたいなと思います。で今のが Notion で、もう一個 Canvaあります。Canva はサクッと簡単にね、以前にも一回紹介してますので、そこを詳しくは見てほしいんですけれども、この動画でもちょっとサクッとやりますね。Canva のアプリを開いてもらって、この上のところにですね、ウェブサイトっていうのがあります。これタッチします。はい。このデザインのところに、ウェブサイトのテンプレがたくさんあるので、ここから選んでいく感じですね。例えば、このウェブサイトすべてに適用ってやるとこんな感じ。わかります？こっちよいしょ。もうなんか勝手にウェブサイト作ってくれてるっていうね。Notion はもう結構自力で作っていく感じですけれども、Canva の方はもう作ってくれてたりしますね。で例えばこれとかだとポートフォリオサイトで、このサイトのこの画像とかをね自分のやつにどんどん切り替えていくんですよね。こっちこんな感じかな。こっちも切り替えていきましょう。ペチこんな感じかな。こうやってどんどん自分のイラストにこれを切り替えていくっていう感じになります。こんな感じです。ちょっと文字はまだ変えてないですけれども、こうペチペチね貼り替えていくだけで自分の作品集みたいなのが作れます。で、これをここは Notion とあんまり変わらないですね。ここの共有のところからウェブサイトで共有していきます。ここタッチしてウェブサイト公開を押します。ほい。そうするともうこれで自動で発行することができるって感じです。で、これは無料でもできます。さっきの Notion のやつも Canva も無料でもウェブサイトを作らせてくれるので本当にいいなと思います。有料だったら自分でドメインですね、なんとか .com のところを変えれたりもするんですけれども、でも無料でも全然できるっていう感じです。こんな感じで、ウェブサイトができたのでウェブサイトを表示してみましょう。はい、そうするとこんな感じで。やっぱキャンバはちょっとグラフィカルな感じで作れましたね。キャンバはどっちかというとこう絵とかデザイン性のあるものなので、そういうのが得意な人はキャンバで行った方がいいかもしれないけど、Notionはどっちかというとお仕事できますよアピールするときはNotionの方がいいんじゃないかなと思いますので、こうしっかりとね経歴とか見せたいって方はNotionでコールアウトでどんどん作っていって、自分のこのね肩書きとか職務経歴とかも載せれると思いますので、ちょっとそんな感じで使い分けていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は、ウェブサイトが作れるアプリ Notion と、Canva の紹介でございました。もうこの2つね本当に進化がやばくて、多分今後ね AI とかもどんどん取り入れてくると思いますので、あと iPad のアプリでも結構ね使いやすくなってきたりしてますので、ぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。バイバーイ。